回はですね、飛距離アップに欠かせないための作り方。ここで手開くと、ほぼ空向いてる、天井向いてると思うんです。おへそを先に左に向けてくるようなイメージ、そうするとやっぱ上半身で下半身でくっついてるから勝手に腕って降りてくるんですよね。でこの時に右手添えてあげるとここに絶対角度ができてるはずなので、ここまでをまずは作れるようになってほしいです。皆さんこんにちは、ひがです。お願いします。はい、ということで今回はですね、飛距離アップに欠かせないための作り方について説明していきたいなと思うんですが、まずためって皆さん聞いたことあると思うんです。ためはまずどこで作るものだと思いますか？ダウンスイング。当たりです。トップからダウンにかけてためを作るんですけど、ためって何でしょう？なんか、いまいち分かってないですよね。なんかね、曖昧だよね。分かる気がします。簡単に言うと、体とクラブのこの時間差を作ることによってパワーを生み出すんですけど、手首とクラブの角度を保つことができるんですよ。後で動きながら説明するんですけど、それによってインパクトにかけて爆発的なパワーが生み出されたりとか、それができることによってヘッドスピードが上がるし、あとは他にもスイングの軌道が安定するだったりとか、拳曲がらなくなるっていう最高なものができますので、その作り方について今日は詳しく説明していきますのでお願いします。お願いします。比嘉萌の YouTube を見ている方限定で e スイングのインストラクターが1時間無料でレッスンさせていただきます。トラックマンでのマンツーマンレッスンなのでみっちりレッスンすることができます。応募方法は概要欄に貼ってあるホームページ、お電話からお待ちしております。ホームページからはご予約フォームにあるゴルフのお悩み、質問の欄に比嘉萌無料レッスンとご記入ください。お電話の方は比嘉萌の YouTube を見ている旨を伝えてください。皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。待ってます。じゃあ早速説明の方に入っていくんですが、飛距離アップということなので、ドライバーでいくんですが、ための作り方はアイアンもドライバーも全部一緒と思っていただいて大丈夫だと思います。まずためとは何かもう一回私が動きながら説明するんですけど、手首とクラブの角度をためって言ったりするんですけど、まずアドレス構えて、クラブを地面と平行のところに上げます。でこれをそのまんま右側に回します。でこの時にできたこの手首とクラブのここの角度ですね、ここがため。これがこう平行に上げて回す。で体を回してトップに入る角度あるじゃないですか、これをほどかずにダウンスイングに入ってくることでためが作れてるっていうんですけど、実際に私がレッスンをしていてよくある間違ったための作り方 NG 例があるので、まず1個目、ためを作りたいとか手首の角度をキープしたいがために手の力が入りすぎてる人は結構多くて、バックスイングトップでコックって言われるここの角度ができると思うんですけど、ここをそのままキープしようとしたすぎて手ですよね、力めっちゃ入るんでダウンスイングで右肩が上がるんですよ。力みで下ろしてしまうので、やっぱインパクトで肩が上がって詰まったようなインパクト、後方から見るとやっぱグッてここで肩に力が入ってインパクトで首がなくて起き上がってくるんですよね、体が。こうなってしまうとせっかくパワー貯めてるはずなのに力みのせいで距離が出ないとかヘッドが走らないっていう現象になってしまうっていうのがまず1個。これに近いんですけど力みのせいもあって、やっぱどうしてもスイング軌道がぶれますよね。右手のキープをしようとしてここで一気にダウンスイングにかけてギュッて力が入るのでクラブが起き上がってきてアウトサイドイン。アウトサイドになっちゃうとやっぱりドライバーの場合だとダウンブローに入っちゃうから右にスライスしたりとか天ぷらっていうミスになりやすいんじゃないかなと思うので、今回は正しいための作り方なので体の使い方をちょっと皆さんにも分かってほしいなっていうところで説明します。
本題に入っていきますが、はい、まずためっていうとさっき言った手首って言ったじゃないですか。ためを作るためのまずトップの入り方を説明します、はい、アドレス構えて、はい、ここからテイクバック上げていくと思うんですけど、基本的に右手はもう支えてるだけ、はい、右手で絶対に引っ張り上げようとかっていうのは絶対やってはいけないことなので、はい、まずはテイクバック、腰の高さに来る時ですよね。手元がだいたい腰の高さに入ってきた時にクラブがやっぱ地面と平行になってるのがやっぱベスト。この時にフェース面がやっぱり斜め下ですよね、斜め下に向いてるように上げてきてほしいです。わからない人は、さっきやったアドレス構えたら手元を動かさずにクラブを地面と平行に上げてきて、ここから手首だけキュッて回したところ、ここのラインに肩が入ってくるとテイクバックが完成してます、はい、この時の手首の角度を覚えててほしいです、はい、右手が若干甲側に折れてて、左手がほぼまっすぐになってると思うので、この角度をキープした状態で胸の面を右サイドに向けてくる。そしたらトップで右手のひらを、ここで手開くと、ほぼ空向いてる、天井向いてると思うんです。この動きができてれば問題ないです。これがクラブ持っちゃっててパーすると、正面向いてるとかっていうのは正しいためではないので、はい、テイクバック、ここから右手のひらは上向く、もしくは、カメラ方向に向いてるんだったら問題ないかなと思いますので、これをね作れるか作れないかではダウンスイングのための作り方が全く変わってきてしまうので、まずはトップの位置の手のひらの向きを確認してほしいです。もうここの時点で右手のひらの向きというか、この右手の角度ができてなかったら、もうそもそもためのないスイングになってるってことですね。なっちゃう、か間違ったためになってしまう、ため作ってるのにアウトサイドから来たりとか、結局軌道がばらついてたりとかするので、正しいための作り方のためにも、はい、右手のひらの向きを意識してください。ここから次ダウンスイングに入っていくんですが、はい、基本的に手首とクラブの角度をキープしたいので、手にね意識が持っていかれがち、それが力みだったりとかにつながると思うので、基本的に右手をキープはするんですけど、力でキープっていうのはやっぱりゴルフのスイングの中ではやってはいけないので、ここからまず手元を押さえた状態で下半身を左に向けてくるんですけど、意識としてはおへそを先に左に向けてくるようなイメージ、はい、そうするとやっぱ上半身って下半身でくっついてるから勝手に腕って降りてくるんですよね。でこの時に右手添えてあげるとここに絶対角度ができてるはずなので、これを力でゴンってキープしようとすると絶対下半身止まってるので、右手のひら上に向けた状態でおへそを左に向けてくるような動きがあると、力入れてなくてもほぼほぼ手握ってなくても絶対ここにためっていうのは生まれてきてるはずなので、ここまでをまずは作れるようになってほしいです。はい、ダウンスイングまでできてきたら、イメージがついたら、次ダウンからインパクトにかけてボールの捉え方のイメージを持ってほしいんですけど、基本的に、ドライバーじゃなくてもアイアンもそうだと思うんですけど、ボールを点で打とうとしない、点でボールを捉えようとするとなんとなく叩くイメージになっちゃう人が多いんですよね。ボールがあって、はい、ヘッドでバーンと叩くようなイメージだと解放の仕方としてはあんまりよろしくないような感じがあるので、意識的にはヘッドでボールを押すイメージが欲しいんですよね。捉えてからもしっかりボールを押し込む意識が欲しくて、それをすることによって自然なリリース、ロテーションのタイミングとかよく皆さん考えると思うんですけど、それも考えずに済むんじゃないかなと思うので、ダウンスイングまでおへそをしっかり左に向けながらここまで溜めれたら、ここからは体の回転はまだまだ止まらずおへそは左に向き続けるので、インパクトの後にそのまましっかりフェース面でボールを押し込んであげるような意識があると自然にリリースが入ってくると思いますので、
ちゃんとフォロースルーまで押し込むことによって最大限のパワーがボールに伝わっていくようなイメージをまずは持ってほしい。というのはなんか壁を押すようなイメージとか言ったりすると思うんですけど、とにかくボールとフェースが離れるのを遅くしたい、なるべくくっついてる時間を長くしたいような意識を皆さんには持ってほしいなと思います。ということで、先ほど私が説明した動きをドリルで説明していきたいなと思うんですけど、まずは右手の動かし方からドリルをやっていきます。なのでピッチング、さっきドライバーで動いたんですけど、ドリルの時はピッチングもしくは9番ぐらいがベストかなと思います。まず右手1本でアドレスを構えます。通常のアドレスで大丈夫なので、いつも通りのポジションで構えます。そしたら左手で右手の肘の上を押さえます。ここが体から外れないようにちゃんと押さえといてほしいです。ここからテイクバック上げてくるんですけど、この時にさっきやったクラブが地面と平行、手元が腰の高さと同じぐらいの時にはヘッドがやや斜め下、この辺向いてるような意識で上げてくるように。でここからハーフスイングでいいので、ここのためですよね、ためをキープしたまんま体を回してしっかりフォローで押すっていう意識をしてほしいです。なので押すっていう感覚があるので、インパクトからフォローにかけて右肘っていうのは伸びてくるはずなんですよね。これが曲がったまんま回転に沿ってこう振ってしまったりっていうのはないように、ちゃんと右手でボールを押すっていう感覚を持って打ってほしいです。ちょっと打ってみますね。こんな感じ、で右手で押すっていう感覚がつかめてくると、基本的にボールはあんまりこう左右にぶらつかないはずなので、ここのテイクバックのポジションでしっかりちゃんとためができてるかを確認して、このまんまのイメージでボールをしっかり左サイドに押し込むような練習をしてもらえるといいかなと思います。で慣れてきたらクラブ短く持って3クォーターぐらいまでは振っていけると思うので、3クォーターでもちょっと1球打ってみますか。こんな感じ、で次両手でもやりたいんですけど、養生テープを用意してほしいんですけど、これぐらいの大きさで切り取ります。でそしたらボールの左サイドにテープを貼ります。だいたいボール1個半ぐらい外して貼ってあげてもらえるといいかなと思うんですけど、ボールを押すっていう意識があると、インパクトゾーンって言われるところが長くなってくるので、このテープをなるべく剥がすように意識してほしいので、実際に両手でもハーフスイングから行ってほしいんですけど、この時も意識するのは一緒。正しいテイクバックのポジションからなるべくこの前のテープに向かって押し込む。ちょっと打ってみます。こんな感じ、でボールを打った後もしっかり押し込むっていう意識があると、こうやってテープが貼ってたやつが剥がれてくるので、剥がれれば基本的にはボールをちゃんと低く長く押し込めてるっていう状態なので、剥がれない人はボール打ってヘッドが高く上がっちゃってるのでまだ押せてないんですよ。なのでなるべくちゃんとボール捉えた後も低く長くフォロースルーを取るっていうことを意識して練習してあげてほしいなと思います。やってみてください。ということで、じゃあ実際に萌えに今の2つのドリルをやってみてもらおうかなと思うので、お願いします。お願いします。右手からいこうかな。右手。結構重たいんで、女性がやると短めに持っていいんで、大丈夫です。でいつも通りのアドレス、でまずはテイクバックの形を作ります。こう、だから押す、そう目標方向に押してあげるようなイメージですね。だから押す、よっしゃ、やってみるか。これはね、いっぱいボール打ちましょう。今の地面も吸ってなかったんですけど。いけるひどいよ。いきます。
こうですね。そうほうまあ悪くはないですね。やっぱ女性がやるとはい。やっぱ男性より力がないから、はいなんか弱々しくなっちゃう気がするんで、ちょっとドリル変えてもいいかも。こう両手で構えるじゃないですか、で右手でバックスイングさっきの形作ってほしいです、はい。でここね、そうここがちゃんと角度があるよね。これがためです。これための練習だからね、はい。でこのまま左手の手のひらを押し出してほしいです。そうでこうパーンって外さないようにちゃんと押し出しますね。こうで。そうこの練習の方が女性とかちょっと力弱すぎて打てない人はいいかも、はい。じゃあ次両手、じゃあ次はこれはもはいう力あるない関係なしに関係ないですねテープは剥がせると思うので、はい、このそうです状態からこういう押し込ことですよむ、ね。低く長くね。ああみんな適当にやらないでくださいね、今みたいに変な癖ついちゃうからね。そうです。もっともっと押せてないです。押し込むっていう意識なんで、はい、さっき左手を右手で叩いてた時ってちゃんと押し込んでるから体重も左に伸びたはず。それを思い出してください。押す、もっともっと押して、ちょっと助走つけてもいいよ。ここから動くのって難しいと思うんで、ちょっと助走つけてほらバフってんじゃん。ずっとボール何回も何回も打っても剥がれない人は一回素振りした方がいいですね。アドレス構えて普通にここを剥がしてみてください。でフェースの抜きしっかり意識して、そうです。それからドン、もっと惜しい。OK。おー、ナイスナイス。ボール打ってないしね。まだ素振りだけなのに。まあ今ので多分このテープだけで素振りするときってテープ見て打ってるはずなんです。ボール見てないじゃないですか。その意識、シンプルにこのボール見るんじゃなくてこのテープ見て振っていいと思いますよ。まだね、ボールを捉えるっていうことに関してはいいと思うんだけど、押してるか押してないかなんで、押してないんでしょうね。こう剥がせないってことはね。惜しい。3分の1ぐらい剥がれたけど、もうちょいです。もうちょい。意外とむずい。剥がれないですね。ねえ。なんかこんなのちょちょちょいってできそうな。できそうだけどできないっていうね。おお、やっと。すごいすごい。やっと。こんな感じ。思ったよりも分厚く当たらないと剥がれてこないと思うので、低く長くが重要。上手に打てたからそれでいいじゃなくて、フォロースルーまでちゃんとボールを押し出してる意識があるかないかでは、コントロールにも関わってくると思うので、ミート率とかにもね、なるべくこの意識を持って練習をしてみてください。ということで、さっきのドリルはアイアンでやったんですけど、意識としてはドライバーも一緒だと思いますので、ドライバーでビフォーアフター打っていくんですが、まずビフォーは右手の力みがグッて力強くて力で溜めてるので、インパクトで詰まってフォローが押し出せないパターンを打っていきます。次はアフターを打っていくんですが、アフターは右手のひらの意識としっかり押し出す意識を持って正しいためを作ってる時のスイングを打っていきます。
私が打ったビフォーとアフターでデータを比べていきたいなと思うんですが、まずビフォー、はい、ためを作る意識はあるけど力みで意識してる分インパクトでちょっと詰まってる感覚があるようなスイングです、はい、ヘッドスピードが36、キャリーが 157.6、トータルが 187.5、女性にしたら、飛距離的には出てる方ではあるんじゃないかなと思うんですが、パワーでしか打ってないので力がない女性はやっぱり距離がすごい極端に落ちちゃうんじゃないかなっていう印象と、あとはフォロースルーがすごい振りにくいのでやっぱチキンウィングとかになりやすいんじゃないかなっていう私の振った時の体感です、はい、次アフターがヘッドスピードが 41.2、 5.2 アップです。キャリーが 210.1 で 52.5 ヤードアップ、トータルが 245.1 ヤードで 57.6 ヤードアップっていうところで、ためがあるのとないのとではヘッドスピードがやっぱり全然違うなっていう印象。やっぱ振ってる体感でもヘッドが前に出てる感覚があるし、爆発的にボールにヘッドが当たるような感覚も強いので、ためを作れるか作れないかでは距離最低でも今から20ヤードぐらいは変わってくるんじゃないかなと思います、はい、あとはやっぱり振ってて思うのは力を抜くっていう意識だけでは力を抜けないと思うので、いろんな右手のドリルとかしましたけど、まずは下半身トップ入ったらおへそからしっかり左に向けてくるような練習を入れてもいいんじゃないかなと思いますので、手だけにとらわれず基本的には体でスイングを作れるように皆さんも練習してもらえるといいかなと思いますので、やってみてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。e スイングにはスイング分析に特化したトラックマンが置いてありますので、最速で上達することができます。また e スイングの LINE 公式アカウントを登録していただくと定期的に視聴者プレゼントを配信中です。概要欄の LINE を追加していただき、正面と後方からスイング動画と今現在のゴルフのお悩みをテキストで送ってください。私が1分間のレッスン動画をお送りいたします。ぜひ LINE 登録とスイング動画お待ちしております。ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、 LINE 登録お待ちしております。次の動画までまたねー。